暴れん坊将軍。毎度お騒がせしております運動部屋でござる。ブルダンス長火鉢、さらに小鉢、水の壁、旅刀俺刀、どんなものでもいらないものはござるから。享保年間の初めの頃、江戸の町には大勢の浪人者が仕官の道を求めながら辛く苦しい日々を過ごしていた。この男、大沢虎右衛門もその一人であった。お父様、お腹が空きました。さっきお前食べたじゃないか。腹立ってねえか、そんなお前は。わしのおにぎりあるでしょうが、これ食べなさい。お父様のはお芋ですよ。わしだ芋ばっかりだったな。まあいい、食べなさい。はい。な。ここだな。将軍様の側用人として名高き加納五郎左衛門様のお屋敷というのは。背に腹は変えられんな。かよ。はい。しばらくここで待っていなさい。はい。御前様、また浪人者が押しかけてきてるだよ。またかい。門番を里帰りさして3日目。仕官を望む浪人者がもうやがて20人余りじゃ。おすい、これを渡して帰ってもらいなさい。おら嫌だよ。とっても怖そうな浪人者だもん。よし、俺が言ってやろう。いや、どっから来たんだよ。新名町。おお、下野かい。そうかいそうかい。で、名前はなんつうんだよ。かよ。かよちゃんか。覚えとくぜ、かよちゃん。お、来たぞ。それがしはゆすりたかりに参ったのではない。東君誠のご主君が加納様に他にはおらんと固く信じて参ったのでござる。それをさような金捨て武士の面目が開いただ。この前で切腹を。いや、ちょっと待ってくれ。俺が悪かった。なあ、ゆっくり話聞こうじゃないか。今さら何をふかす。あんた、何が。いくら頑張ったってダメだってば。うちの御前様は見かけによらず貧乏なんだからね。貧乏？そうだよ。門番にお給金だって払えないんだよ。見たでしょ。2人の門番が逃げちまっただからね。門番逃げた。ここで切腹されてもお葬式も出せねえだよ。悪いけど死ぬなら他のうちでやってよね。お願いだから。いや、世話
世話になりましたな。ごめん。赤よ。待たせたな。行こう。飲んなさい。それにしても信じられんな。今の上様のそば用人が門番が逃げて、世の中一体どうなってるのかこれ。いい。門番が逃げたというのは本当か？それはお末の手でございますよ。御前様、大岡様がお見えだよ。忠相。上様、ただいま公儀方なし本阿弥家より知らせがございました。昨夜家康公のご神刀三池天太が何者かによって盗み出されたそうでございます。権現様のご神刀が？神君家康公は今はの際にその三池天太をお手に取られて公務されたのじゃ。要はこの太刀を帯びて永遠に徳川家を守らんと。よく存じております。それゆえに町奉行所としても厳重に警戒をいたしておったのですが、7年に一度久能山より江戸の本阿弥家に運ばれての富改め、厳重の上にも厳重にと上様があれほどに。私も本阿弥も事の重大さ、その責任の重さは十分に。忠相、ご神君の神刀が見つからなければ俺も将軍を辞めねばならない。三池天太は将軍家の守り刀。その刀を守れぬような将軍では天下のお収まりもつくまいからな。何？じゃかしら、わしがたかりたとでも言うのか？いや、別にそうは言ってませんよ。言ってなきゃどうなんだよ。言ってるのよ。言ったじゃないか。そんなこと言えませんよ。どういうことなんだよ。先生、とにかくね、そろそろこれぐらいにしてさ、帰った方がね。さあ先生、ごまかすなよ。わしには分かってんだよ。言いたいことならはっきり言ってみろよ。言えてんだよ。全くしょうがねえな。それじゃあ言わしてもらいますよ。先生、先生は自分に腹立ててんですよ。本気で仕官を頼みに行けば相手は金で片付けてしまう。自分のメンツは丸つぶれだ。その通りじだが今はこうしてその金で酒飲んでる。先生、こんなことしていたら今に体を壊してしまいますよ。もしそうなったらおしずさんやかよちゃんがかわいそうでしょ。女房子供のことを嫌がってわしがバカにすんのか。許さん。ほら始まった。成敗しろ。先生、うるさい。お父様、おやめください。おやめください。今だ。よし、そのままうちへから取り込め。おやすみなさい。いつもご迷惑ばかりおかけして申し訳ございません。いえ、どういたしまして。あ、二言葉の振るとこどうします？中入れましょうか。外は雨上がってますけどね。どうぞそのままで。あ、そうですか。じゃあ、しらこれで。お手数おかけしました。ありがとうございました。こんな立派なお刀を手放す方がいるのかしら。
昨夜本阿弥家よりその伊八なる中間が姿をくらましているとの報告が入りました。それから昨日の昼頃不審な中間者を追跡していてその姿を見失ったとの同心の報告も入っております。その場所は？はあ、いやそれが加納様のお屋敷の近くだそうで。昼頃というとあの浪人者が来ていた頃だな。さようでござります。浪人者？するとあの古道具屋でございますか？越前殿もあったのかな？はあ、確か娘を一人連れていたようでございますが、するとあの娘が中間の姿を見ているかもしれませんな。あの浪人者の生命聞いておけばよかったな。とにかく万全の手配を頼むぞ。いや、どこの子だ？近所のね、ご浪人様の子なの。あ、かよちゃん、お友達と遊んでらっしゃい。ね。はい。いってらっしゃい。気をつけてね。今ね、あの子のお母さんがご主人のことで相談に来てるの。主人はお酒が入るとまるで人が変わってしまいます。前にはそれほどではなかったのですけれど、もうどうしていいのか。ねえ、おしずさん、うちの人とも相談したんですけどね、この際もう思い切った手を打つしかしょうがないんじゃないですか。どのような？お医者様に不治の病でもう余命いくばくもないからお酒をやめるようにって言ってもらうんですよ。でもそんなことしたら余計に。まあ賭けみたいなもんですが、以前大工の富蔵って大酒飲みがいましてね、その手でぴったり酒やめたそうですよ。そう、女房子供がいる人には絶対に効くって言いますよ。古道具屋の浪人？そうなの。あ、昨日ね、加納様のお屋敷に仕官のお願いに行ったそうよ。するとあの子が荷車に乗っていたという子か。ちょっと会ってこよう。あら、ねえ、かよちゃんはお侍さんたちとお家へ帰ったわ。お侍さん？ここよ、お家は。ありがとう。ない。貴様ら！待ってくれ。実はこの者が間違えて家宝の掛け軸を払い下げてしまうんでな。何？でたらめを言うな。掛け軸など買った覚えはない。ご貴殿、あくまで存ぜると申されるか。何？悪いが家の中を改めさせてもらう。どけ。この黙れ。でたらめ抜かしよって。どうなされた？いや、どうもこうもわからん。こいつは勝手にわしの荷物を掘り出す。いや間違いであった。何が間違いだ。うるせえ。まあバッキュッどこの海が。あら、ご貴殿。もし昨日あの菅笠の男と確かに会ったんだね。はい。そうか、どうもありがとう。かよ、お前表で遊んできなさい。はい。気をつけるのよ。ね。それにしても家宝の掛け軸なんかどっこにもありゃせんよ。さっきわしが古道具を積み直したばっかりだから。すいません。あ、それがし大沢虎右衛門と申す。昨日はご無礼をいたした。それにしてもご貴殿がめぐみの頭の友達とは世の中狭いもんでござるな。あ、お邪魔してます。こんにちは。何かあったのでございます。いや別に何もない。聞かないで。おしずさん、しんさんです。まあ、お噂はおさいさんから。私、家内のしずでございます。どうも。酒を買ってきなさい。
お客様じゃ。酒酒。そのことですが、これから玄斎先生のところに一緒に行ってくださいまし。何しに？ゆうべお腹が痛むともう一晩中。お願いでございます。お酒はその後で。ゆうべお腹が痛いって一晩中？なんともないけど。いいえ、もうとっても苦しんで。とにかく玄斎先生のところへ。ああ、その早めに見てもらった方がいいぞ。そうでも今なんともないけど。今はなんともなくても分かったよ。後で行くから。それにしても徳田殿、さっきのやつは一体何者でござるかな。ああ、これをちょっと見てくれ。あの菅笠の男に似てると思うんだが。そういえばよく似とるな。一体何者でござる？こやつは去る大名家から家康公拝領の刀を盗み出したやつだ。何か心当たりでも？いいえ、でもそんな人がどうして家へ来たのでございましょう。まったくだな、驚きった泥棒だよ。今度来たらとっつかめて。私番所に知らせてきます。お待ちください。でも主人もたまにはお刀なども買ってまいります。お刀の売買は信用が大切でございますし、毎日お役人の取り調べを受けるようなことがございますと。そうだな、奴はこの中間に間違いなさそうだ。上様、ではご神刀は虎右衛門の家に？少なくとも虎右衛門は知らんようだが、もしかするとお静さんが。では直ちに。いや待て、やはりそれは俺が確かめよう。そんなバカな。よろしいかの虎右衛門殿。この現在はご貴殿が武士の中の武士と思えばこそまことのことを申したまでだ。病名は申されぬが、あと数年の命、その命をせめて酒を断って女房子のために誠実に生き抜くことがご貴殿の役目でござりまするぞ。あなたしっかりしてくださいましね。あなた。昇る朝日も必ず落日を迎える時があるというが、なんということじゃ。ちょっと効き目がありすぎちまったかね。そうみたいね。お、虎右衛門さん、ちょっと話があるんだ。徳田殿、こらえてくだされ。今日は明日誰にも会いとうない。誰にも会いとうないんだ。新さん、今話しかけてもダメだよ。何しろね、不治の病って宣告されたばっかりなんだから。不治の病？大岡忠相の観光令にもかかわらず、三池天太の一件はすでに大名や旗本たちの耳に届いていた。毎日ご神刀が見つからぬ時は上様のお立場も大変なことに。少なくとも加納殿と大岡越前守は切腹か責任を取って辞任いたさねばなりますまいの。越前殿、ではその事実はないと申されるのか？存じませぬな。ならば後日盗賊一味が捕らえられご神刀の一件が明らかとなった時、越前殿はいかがなされると？お黙りなされ。上様をお守りする旗本が根も葉もない噂で動揺するとは何事でござる。万一そのようなことが起きたとなれば、越前殿が我ら旗本に真っ先に探索をお命じになるはずでござる。
さようでござりまするな、越前殿。大和守殿の申される通りでござる。一方、医者から死の宣告を受けた虎右衛門は、お上、わしは腹を決めたぞ。とおっしゃいますと？第一に今後一切酒をやめる。えらい！それでこそお武家様。第二に女房子供を大切にする。さすがは元剣術の先生様。第三に、これは最後の結論だが、もう一度剣術を教えてみようと思う。お、そらよくざんしたね。なんだ。では早速町道場、と言っても今時道場が開けるような家はなかなか。いやいや、それがあるんじゃ。この先に空き屋敷があってな、場所もいいし、道場にはもってこいじゃ。あれは空き屋敷じゃありません。海女さんが3人ほど住んでます。あらダメですよ。家主の海女さんは慶祥院様のお女中とかでやたらえばり散らしたババアでしてね。ただの町人には貸しませぬ。少なくとも徳川様と関わりのある方でなければなりませぬ。そうそう、偉そうによ。少々ボケてんじゃねえのかな。そんなことないわよ。しっかりしてるわよ。つまりね、徳川様からご褒美をいただいたことのある町人とか、そういう意味じゃないの？徳川様から褒美をもらったもの。こやつは去る大名家から家康公拝領の刀を盗み出したやつだ。何をしとるんじゃ。あなた、一昨日の晩、荷車の古道具の下にあったのです。刀じゃないか。面倒に巻き込まれるのごめんちゃう。バカ者！申し訳ございません。なんたる失態！恐れ多くも葵の御紋の入った刀をそやつが持っていたとなれば、直ちにしとれ厳重に吟味いたすのが役目であろうが。しかしながらその刀を改めましたところ、三池天太ではなく家光公ご拝領の刀と判明いたしましたゆえ。かまん、すべて引っ取られるのじゃ。町人や浪人者で葵の御紋の入った刀を所持する者は直ちに牢に入れ、入手先を白状させろ。墓の者は逆さずりじゃ。よいな。三池天太、三池天太と申せば家康公の守り方。どうした？長屋には人の出入りが多く、踏み込むには夜分の方が。どうも誠に申し訳ありません。二八、矢を抜いてこい。はい。御前様、役立たずめが
生かしておけばまたヘマをやるやつじゃ。何しろご神刀を盗み出した張本人だからな。わしが今の上様にいかに冷遇されておるか、その方たちは存じておろう。はい。綱吉様の時、生類憐れみの令に違反した者を取り締まった者は全て無役の小普請入り。橋爪家は旗本中の名門にございます。本来なら町奉行にもなられるはずのお家柄、それが小普請支配止まりとは。越前め知らぬ存ぜぬと白を切っておるが、わしが盗っ人を捕らえ打ち首にいたし、三池天太を取り戻したらどうであろうのう。なんということじゃ。孫うことなき三池天太。さてどうしたものかな。これをどっかに捨てたとしてもだ、役人どもがわしを洗い出して攻めて攻め殺しちゃう。わしももはや嫁へ行くばくもないが、役人どもに殺されるのは真っ平だ。せめて町道場でも開いて静とかよを楽にさせてやって死にたいものじゃ。町道場、何としても町道場を開きたいものじゃ。そんなことないわよ。しっかりしてるわよ。つまりね、徳川様からご褒美をいただいたことのある町人とか、そういう意味じゃないの？よーし、一か八かやってみるか。大和守め、船舶の真似しよって。で、虎右衛門はどこにいる？はあ、それが。何？行き先わからんのか？はあ。上様、申し上げます。虎右衛門は。先ほど大沢殿からご神刀の一件をお聞きしました。どのような経路で大沢殿の手元に届いたか不明とのこと。しかしご神刀が無事で何よりでした。はい、秀光尼様がお預かりくださると伺い安心いたしました。ありがとう存じます。私も慶松院様にお仕えしたもの、私の手から公儀に届ければ何のお咎めもないはず。あとはお任せくだされ。いやー、まったく新さん、驚いたのなんのって、今朝からそのお屋敷の門にでーんと道場の看板上げちまったんですよ。一体どうやって尼さん口説いたのか全く見当もつかないんですがね。その尼さんどういう人だ？あれだろ、慶松院様っていうのは綱吉様の母上様だろ、その慶松院様にお仕えしてたお女中だって言うんだよ。屋敷を拝領するほどの女中ならば奥年寄りを務めた者。慶松院様が亡くなられたのは宝永2年6月、今から16年前だ。しかも年は79。その二層はいくつぐらいだった？ 52、3かね。もしそのような女中が生きているとしたら少なくとも70歳以上だ。新さん、それじゃその尼さんはもしかしたら一体何者だろう。お
何をやってるんだこのバカ者がバカ者が。神聖な道場なんと心得るから寝転んでいる。真剣にやる気のない奴は入門許さん。徳田殿。おめでとう。ああ、かたじけのうござる。まあどうぞこちらへ。なかなかいい道場ではないか。いやいや、小山さん、やっと念願かなったな。みんなのおかげでな。これで女房のやつにも少しは。ところで徳田殿、道場開きの祝いとして門弟どもに型を見せてやりたいんじゃ。相手をしてくださらんか。いいでしょう。今日がどんなに辛かろうとも誰にも明日はやってくる。今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのさ。さあおやすみよ、いい夢の欄、眠りの中で心広げて、やがて夜明けの眩しさに安らぎを知るだろう。はいよ。さあ皆さん、どうぞお汁粉召し上がってください。来てくれ。参った参った。ところで虎右衛門さん、家主の二層は大変な人物らしいが、一度会わせてもらえんか。ああ、あいにく客人のようじゃな。では江島様は高遠藩の囲い屋敷で役人どもに見張られて。はい。ご着衣はごめん。食事は一汁一菜。随分とお痩せになって無念に存じまする。私たちは江島様の兄上白井平右衛門様にお仕えしたもの。何の罪もない白井様は500石の御家人でありながら小塚っ腹で斬首。その結果紀州の吉宗公が上様になられた。いや、将軍職を強引に奪い取られたのでござる。江島といえば7年前に山村座の花形役者生島慎五郎と浮名を流し大奥粛清の嵐を巻き起こした奥年寄である。このお屋敷は江島様が町人名義で密かに残されたもの。私たちが住まっていたのはいつか江島様白井様のご無念を晴らすため。児玉殿、いよいよその時が参りましたぞ。春光に殿、今宵この屋敷に火をかけます。本日は北風が強く、火の手はたちまちに門前町に達し、飛び火は増上寺に降り注ぎましょう。増上寺は将軍家の菩提所。さすれば必ず上様自らご出陣は必定。大和守や久美は自ら手勢を連れてあの屋敷に乗り込むようです。ご神刀の所在は残念ながら、しかし春光二が隠し持っていることは確かです。世の中には俺を恨んでる者が多いらしいな。
まあ将軍家とはそういうものかもしれん。あなたおめでとうございます。おめでとう。しずかよ、長い間苦労かけたの。わしはな、お家がお取り潰しになってからずっとご公儀を恨んでおった。だがこの江戸へ来て町の連中と知り合って初めて分かった。今の上様は少なくとも庶民の幸せを願って一生懸命だということがな。そうですよ。前の上様方がなされたこと、何もかも若い上様のせいにするのは卑怯者のすることです。しかし今の上様とて何もかもご立派というわけにはいかん。その通りだ。お、徳田殿。お祝いに一杯と思ったが、お母ちゃんまんじゅうだ。すみません。ありがとう。さあどうぞ。よかったな。よしよし、食事の後でな。水入らずのとこすまんな。いやいや、それはかまん。よく来てくれたの。まず一杯というわけにはいかんからお茶を一杯ね。今の意見聞かせてもらおうか。今徳田殿、わしはな、もう長くはでは言わしてもらおう。二度と大名家のお取り潰しはやめてもらいたいの。武士も食わねば生きてはいけんからな。上様に言いたいことはそれだけじゃ。浪人者にも黙って苦労を共にしてくれる女房や愛しくて可愛くて決して別れたくない子が我が子がいるということでござる。徳川様とて戦国の世はただの大名でござった。天下を取ったと言って勝手に人の幸せを奪っていいものでしょうか。そうは思わんか、徳田殿。安寿様。大沢殿、それだけ分かっておれば世直しのために私に力を貸してくだされ。世直し？そうじゃ。今の幕府を覆して天下万民の世にいたすのじゃ。間もなくこの屋敷に火を放ちまする。私たちはご神刀を奉仕して増上寺へ。何者じゃ。春光にとやら恐れ多くも権現様のご神刀を奪うとは不届き至極。皆の者、あの盗人を一人残らず討ち取れ。橋爪大和守、盗人武田しいとはその方のことらしいな。上様。上様。上様ですと。その方三河以来の旗本でありながら中間伊八を使って権現様のご神刀を奪うとは言語道だ。大和守、せめて不代の臣ならば潔くこの場において腹を切れ。上様のご武運もこれまで。切れ。
大和守。橋爪大和守の家臣たちは死罪。春光に一味は捕らえられて遠島となった。大沢虎右衛門はご褒美としてこの屋敷を公儀より拝領。芝では相当の町道場主となった。もちろん偽りの病と分かって再び酒はたしなむ。だがその酒はまことに良い酒のようである。上様、無事ご神道は久能山に収まりましてござりまする。じいは前にの日どうするつもりだった？実を申せば、たとえご神道が失われても天下のためにあくまでも上様をお守りいたすつもりでござりました。無論腹などは切りません。切らぬか？切りません。そんなやわなそば用人では死んでから権現様に怒鳴りつけられることでござりましょう。じいの方がよほどたぬきじじいだな。たぬきじじいとは誰のことでござりまするか？どなた様のことでござりまするか？たぬきじじいとはどなた様のことでござりまするか？もういいではないか。分かった分かった。この俺が選んだ道がたとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。兄上、お覚悟。姉上、裏をかかれました。おのれ。小出、今しばらく上様でいてくれんか。詳しくは言えぬが、上様の御身に何事か起こるやもしれんのだ。上様の御身にこの男を千祭りにあげてもよいのか？そいつは根っからの腰抜けでどうにもならないやつだ。切るなとつくなと好きにして構わんぞ。兄上、徳田様。手を出すな。今三四郎は男になるかならんかの瀬戸際なんだ。暴れん坊将軍、ああ嫁入りしがぬ三人娘。どうぞお楽しみに。